すいません。こんにちは、愛情エミリです。ヤッホーみんな息してるてんちむです。よろしくお願いします。お願いします。ぜひ言ってみてください。ヤッホーみんな息してるエミチムです。ヤッホーみんな息してるてんちむです。イエーイ、最高や、ありがとうございます。お邪魔します。てんちむちゃんハウスに。はい、今日はですね、エミリちゃんにお家に来ていただきました。エミリちゃん今回の衣装ってスウェットなんですけれど、私が出してる自前で用意してくれて、もちろんずっと欲しかったから。でしょ、だからプレゼントするって言ったんですけど、自分で欲しいのは買いたいっていう風に言ってくれて、本当にね、うれぴよだよ。可愛いですよ、警備中って書いてあって。のスリッパも着心地もいいし、あったかいし、愛用。そうしてるから。会社行く。本当に？これで会社はちょっとやめた方がいいかも。エミリちゃんがスウェット着るってみんなが想像できないっていうか、つかないと思って。もうこれ最高ですよ。テンチムと関わらない方がいいですよって絶対言われますよ。大丈夫です。でもね、今日はね、私がちょっと企画を持ってきて、エミリちゃんをテンチム化させたい。キラキラしてて、なんか綺麗な可愛いお洋服も着て美味しいご飯を食べてるってイメージがあるんですよ。だけど私は家でグダグダして基本スウェットだし、普段はターバンとかもしてターバンしたい、ターバンしたい、ウースとかやってるんで、確かにウーバーイーツをやっぱ食べるんです。グダグダしながらウーバーイーツを食べながらおしゃべりしようって。それ最高、嬉しい、イエーイ。今日はね、もうね、ウーバーイーツ頼んでます。いろんな種類あるんですよ。おしゃれなウーバーイーツとかもあるんですけど、今回はエミリちゃんマジでみたいな、想像つかないっていうギャップがある私の好物をちょっと用意しました。持ってきます。なんかお家広いよ、本当に。てんちむちゃんのいつもの取り方で伝わってない。こちらすごい大量に来た。じゃーん。働きたくないもん、入荷したら買います。ありがとうございます。送りますね。これほら、可愛い可警愛い。備中。これエミリちゃんだ。こっちが醤油っぽいな。はい、これカメラマンさんです。ありがとうございます。どうぞ。まず今日のウーバーイーツはつけ麺です。じゃーん。てんちむちゃんと出会って生きやすくなった気がする。本当にそういう自然なところもいいんだっていう、なんか出さない方がいいのかなと思って。エミリちゃんのイメージがあるからね。なんかそうなのかなって、こう自分で自分を苦しめたじゃないけどっていうところもあったの。こう YouTube っていいですね。今日のウーバーイーツつけ麺です。はい、エミリちゃんは魚介です。そう、魚介豚骨です。私は塩、カメラマンさんは醤油。みんな違うんだ。みんな違う。こってり油大好き。よかったよかったよかった。うわ、ね、見てな。やばい。やばい。めっちゃ美味しそう。ね、ほら、すごくめっちゃ嬉しい、これ。めっちゃ美味しそう。ね、美味しそう。食べましょう食べましょう。食べましょう。いただきます。いただきます。この後も仕事あるから。悪スケジュール。今日ちなみに日曜日。平日休日はやっぱもう関係なくなってきますね。仕事ない時とかもあったんで、そういうのを経験したら、なるほど。そう、やっぱなんか仕事あるってありがたいなって思うから、やっぱ全力で頑張りたいっていう。その気持ちはわかる。やっぱ一回経験するとね、ありがたみが増しますよね。エミリちゃんってさ、昔から売れてるイメージってやっぱあるんですよね。全然。で、ほら、ここで性格出たよ、ウーバーイーツ。まず私さ、ガサってやってさ、エミリちゃんやっぱ綺麗にラップこれやってる。いただきます。塩だ。いただきます。今回つけ麺にしたんですけど、エミリちゃんが実はラーメンが大好きっていう情報を聞いて。そうそう、カップラーメン。そう、カップラーメン。ラーメン屋さんに行くのはカップラーメンが大好きなの。あ、そうなんだ。すごい意外じゃないですか、カップラーメンが好きって。だから今日ラーメンにしようっていう。嬉しい。そう、テリしてるエミリちゃんも。こってり。これ美味しそう。いただきます。おいしい。めっちゃこってり。これもなんかめっちゃ塩って感じ。かなりあっさりですね。本当に最高。これちょっと店長も食べてみてほしい。エミリちゃんも食べてください。難しい。麺が全部ひっついてるね。なんかね、固まりますよね。最強に美味しい。これ交換しますか。交換しましょう。それから私の方の麺。私の方の麺入れて。最高すぎるこれ。いただきます。全然違う。魚介豚骨美味しいですね。これも美味しい。本当に？めっちゃ美味しい。最高。私今日さ、エミリちゃんにさ、いろいろさ聞きたいことは、華やかな世界で生きてると思うんですけれど、でもやっぱそのさ、裏みたいなさ部分ってあるじゃないですか。表に絶対そういうの出さないと思うんですよ。辛かったこととかさ、頑張ったことってあるじゃないですか。ベスト3ぐらい入る辛かったなって今でも思うことってなんかあります？動画で言える範囲で。3がもうキャバ嬢として頑張って働きながら「小悪魔アゲハ」っていう雑誌に行ってた時が結構大変で。意外。私小悪魔アゲハでエミリちゃん知って、すごいやっぱキラキラしてて可愛いなって思ったんですよ。もうあの時ハゲて2年連続円形脱毛症みたいな、毎月あって結構小悪魔アゲハで人気だったから、
そう撮影も大変だったし、キャバ嬢枠みたいなところで呼ばれてたから、モデルっていう感じでもないみたいなのも自分でも分かってるし、周りからもそういう目だし、行かないっていう風にしちゃうと、負けたみたいになるし、ガッチガチのキャバ嬢って1人しかいなかったから、両立が超大変で。なるほどね。そうでもアゲハって結構書いてくれるじゃん、なんかナンバーワンとかすごいみたいな、書いてくれれば書いてくれるほど本業の方で頑張んなきゃみたいな。それもプレッシャーになってね。すごいプレッシャーになって、どっちかやめようかなっていう感じで相当悩んで。でも結果は両方やっぱりやりきりましたよね。その時に相談した人に大変なの分かるけど、大変な時こそ頑張った方がいいよってすごいそれを言われて、その言葉がどっかで響いて、だから頑張ってみようかなみたいな。素敵、かっこいい。確かに難しいですよね。だって女性最高。そうなんだ。女性同士のいざこざみたいなのもあるんですか？キャバクラは結構あったかもしれない。こう誰かと仲良くして仕事するっていうよりかは、もう自分でお客様呼ぶっていうスタンスだったから、トイレ入ってる時にこう自分の悪口めっちゃ言われてて、トイレ出にくいんだけどとか思ったりとか全然あったから、弱音を吐いたところ見たことないんですよ。そこ弱音を吐ける人がいるから、要はマイナスの発信とかをあまりしなくて済むじゃないけど、エミリちゃんにとってのそういう存在になれてたらめっちゃ嬉しいっていうのも。めちゃめちゃ本当に心の支えぐらいはね、こんな5個も年下の子に恥ずかしい話だけど、全然もうそれが結構若い時の大変だったこと。22とか3とか。ベストワンって何ですか？ベストワンはもう会社起業して作ったんですけど、その会社が本当に維持するっていうのが大変で、もう何回辞めようみたいな。そう自分の言動一つで辞めますって言われたらまたそれはそれでショックだし、そうね、もう負のループに入っちゃって。それはもうキャバ嬢上がった時ですか？そう、上がってからも人間関係にすごい苦労して、ずっとジェットコースター乗ってるみたいな。今日うまくいったのにまた次の日行ったら誰かに辞めたいって言われて、もうショックとか、今考えれば自分が悪いこといっぱいあったんだけど、なんかその時はすごいショックな気持ちが大きすぎて悲しいなみたいな。すごい。なるほどね。きっとなんか私たちは表面のエミリちゃんしか知らないから、きっといいところしかわかんないですよ。でもさ、絶対蓋を開けたら絶対大変じゃないですか。やっぱトップ取るっていうのも絶対大変だと思うし。ペンチムちゃんって会社作ってるの？じゃあ一緒だ。だけど私も社員とかは入れてないです。いろんなね会社そう私は交換します。交換しましょうね。最高この気の使わないスタイル最高ですよね。アパレルもあっての会社だったから。エミリアウィズですか？そうやっぱりそこに関わってくれてる人もいるしとか思うと、なんか自分のことよりもそっちに全てになって、そしたら今度こんなにやってるのになんでみたいな。働いてくれてる人からしたらそんな関係ないじゃないですか。逆になんかいろんな感情が出てきちゃって、心休まる場所がないみたいな。キャバ嬢っていうイメージはあんまり変に思われたくなかったから、大変な時も大丈夫ですよっていう手がついてたから余計に大変で、何一つうまくいった時なんてなかったけど、それだけでやってきたみたいな。逆に言ったらなるほどね。いやね、かっこいい。こうやって聞いてくれたらもうボロボロ出てくるけど、じゃあエミリちゃんをもしかしたらっていう人もいるかもしれないし、いろいろ言う人いるかもしれないけど、そういうことじゃないじゃんっていう風にずっとうまくいく人は絶対いないから。泣ける、本当に泣ける。全然そうだから、そういうのなんか知ってほしいなっていうふうに思った。あと純粋に自分も気になったし、大変なことしかなかった気がする。もう楽勝、超うまくいった、何しようとかって思った日なんて一日もなかった気がする。うまくいったとしても恐怖とか不安とか常にずっとそれ。でもさ、エミリーさんそれでもさずっとさニコニコできるじゃないですか。でそれはなんで？私何にも取り柄なくてキャバクラ始めて。そんなことないよ。全然超ポンコツで、これどっちなんだろう。その時の一番最初のお店でいろいろ教えてくれた担当さんが笑ってるのが一番いいよって言ってくれて、笑顔で楽しく接客してたらナンバーワンになれたっていうのがあって。なるほどね。こうやって笑顔でいたらいいことあるんだじゃないけど、それだけしかないっていうか、YouTube で言われた時に、そういう風に見えるんだって結構ショックを受けて、自分の中では楽しくもないのに笑ってるなんておかしいとか、自分の中では全く意識してないことだったから、それもごとやめたいの中の一個の原因
いうぐらいショックで、なるほどね。そう笑ってなきゃいけないっていうのがもしかしたら自分でも大変なのかもしれないとかいろいろ考えて、そうかもしれない。ね、すごい。YouTube やってよかったですよ、いろんな意見聞けて。逆にこうてんちむちゃんとかは嫌なことだったら嫌だって言えるし、すごいな。そう、でもなんかやっぱ価値観って持った人みんな違くて当たり前だとそう思うし、100人が100人私のこと好きっていうのは絶対ないと思うから、せめて私は自分を嫌いにならないように、そう深い全然一時自分で自分がすごい嫌いになりすぎて、わかる、ありますよ。あるだから私それを経験して幸せじゃないっていうふうに思って素な感じでいこうっていうふうに。やっぱりね、最近会う人にも素の方がいいよって言ってもらって、本気で笑ってる時はやっぱ違うよって言われて、なんか勇気がいることだったんだけど、すごく楽だし、よかった。本当息してるって感じ。息してるって感じ。はい、ではですね、私デザートも頼んだんでデザートいきたいと思います。これ最近私がハマってるフレンチトースト。じゃなかった。フレンチトーストじゃなかった。これこっちが本場、フレンチトーストです。見た YouTube とかやってて楽してお金稼げていいなっていうふうに思われることももちろんあるけど、思う。美味しい。本当によかった。想像以上に真面目な子じゃないと無理だもん。続けられないもん。エミリーちゃんってめちゃめちゃスタイルいいじゃないですか。スタイル良くないじゃん。良いよ。ダイエットとかはやったことあるんですか20歳ぐらいの時に一回目の前が焼肉屋さんのお店で働いて、その時は結構丸々になったけど、こうやって言うと嫌味っぽいみたいな。ねえ思われるからあんまり。カナキの時はパイパーンってなってお客様にやっぱ言われるんですよね、キャバクラって。やっぱ夜食べるの控えて、こういう感じで好きなものしか食べないから。お母さんも結構同じ体型してるんですよね。てんちむちゃんのママめっちゃ可愛い。本当に嬉しい。可愛い。今度ご飯しましょう、ママ含めて。会いたい。お母さんとは仲いいですか？最近になってやっとっていうか、なんか似すぎて、てんちむちゃんとかすごい友達みたいな仲良さそう。でも仕事の話は絶対しないです。そうだから親とかも気遣って仕事の話は全然しないですね。でもそっちかもしれない。キャバ嬢の皆さんってすごいお金持ってるじゃないですか。全然てんちむちゃんの方が何倍も持ってる。そんなことない。農業付き合いでみんなすごい高いシャンパンとか入れるじゃないですか。やっぱみんな自費で入れるんですか？それで行く子もいるけど、大体がやっぱりお客様と行ってっていうのがほとんどかなって。やっぱ SNS だけ見てたら会いに来て入れてくれましたって言って300万の会計とかなってたら、その子すごいって思っちゃうんですよ。映れないお客様もいっぱいいるので、ここまで来てやっぱエミリちゃん素敵だなっていうふうに思ったのは、お客様って言うんですよ。てんちむちゃんのも可愛かったよ、概要欄客って感じ。そう、ちゃんとそのお客様のこと思ってるんだっていうか伝わる。いろいろこう一緒にいてくれる人って本当に数がかけられちゃうから大変なんですよ、キャバクラの同業付き合いって。キャバクラとかは行くと思うんですけど、ホストに行ったことがないっていうふうに聞いて。ホストないね。それがすごい意外でした。めっちゃいてそう。変な噂がないじゃないですか。そうだからなんかすごいちゃんとしてるなっていうふうにはもちろん思ってたんだけど。食べてもいい？食べてください。最高。嬉しい、よかった。キャバ嬢とホストの方結構お付き合いするイメージが多かったからそれがすごい意外でした。ローランドさんしか知らない。優しい。ローランドさんめっちゃ優しい。ローランドさんとエミリちゃんの対談見てみたいもん。でもよかった、今日はなんか人間味があるエミリちゃん、本当にありますか？素敵ですよ。なんか結構昭和の人間だからそんなことない。新しい世代の部分もあるし、でもシーンはすごいしっかりしてくれてるから真面目だし、こうやって人の気持ちも分かってくれるし、やっぱあれかもしれない、アンドロイド。息してる。いや本当にこの髪型になってからね。いやよかったです、そう言ってもらえて。美味しかったし、いやこちらこそありがとうございました。落ち着くし。よかった。また遊びに行かせてください。ぜひ見てください。本当にありがとうございます。私の方の動画でも上がっているので、私の方のお家はエミリちゃんのお家を家宅捜査しました。そうです。あれ楽しかった。あれやばい。そうです。エミリちゃんから素敵なねプレゼントもいただきました。そちらの方も出てるので、よかったらもう本当にもう素敵な方なんで。また遊び来たい。ぜひぜひありがとうございます。ありがとうございます。ね、また来てください。ではバイバイ。